ちは、レポーターの高谷です。ヒルトップ企業紹介後編です。前編では革新的な取り組みをたくさんお聞きしました。後編ではより深く今後の展望についてお伺いしていきます。IT 化など新しいことをどんどん取り入れて会社を前に進めている山本さんですが、ズバリ10年後20年後このヒルトップはどうなっているんでしょうか。私のだから目標でもあるのはロボットを作る会社になると思いますね。人の役に立つロボット、それを追っかけたいというのがエンジニアの、やっぱり役割かなと思いますね。そのロボットは今まで培ってきた技術を取り入れながら新しいロボット、新しい形のロボットっていう感じなんでしょうか。その通りです。ただね、その技術でまだ全然足りてないんですかね。だから今その布石を打ってるということですかね。だから盛んに今でも貪欲に新しい技術、それから新しい人、そういうものを人材集めてるっていうところでしょうか。人とその機械、ロボットでしたり AI でしたり、新しい技術をどう強調させていくんでしょうか。ルーティンをずっとやること自身が実は本当は人にとってはですね、楽であることかも分かりませんけどね。でも人間の成長から考えると常に刺激のある知的労働であるかということが重要になりますから、邪魔くさいと思うものはこれはルーティンになってますから、これを取り除くのがもう AI であったり、それからその機械化であったり合理化であったりインダストリー 4.0 ということになるんですね。人しかできないものを見つけに行ってる旅をしてるみたいなもんかもわかりませんね。職人技っていうのは人にしかできないっていうことを誇張してそこにこだわるんですけども、でもやっぱりそうやってクローズすると次に育つ人いなくなるので、私自身は職人技であるものの、でも大半は定量的な情報でナレッジができる。そうするとその能力のある人は次の新しい知的労働をやれるんですね。知のサイクルをやっぱり人を追い続けるもんやなと思いますけどね。この空間ではデザイナーとエンジニアが、共同で制作をしながら、お客様のアイデアを形に、しながら試作品を作りつつトライアンドエラーを重ねて、製品をより良くしようと、日々開発業務を行っているような空間になります。お客さんがデザインのスケッチだけだとなかなかサイズ感とか持ち心地っていうのが実感できないと思うんですけども、より製品に近い試作品プロトタイプをこの環境ですぐ作れるようにするためにいろいろな機材を取り揃えております。人材育成で特に大切だと思うことってどんなことでしょうか。まず一番に来るのはコミュニケーションですね。私たちの中間管理職の皆さんだとかマネージャーは人を育てること、人の見ることしか考えてませんから、能率効率なんかそんな二の次です。モチベーション落ちてる人たちにどうケアするのかということを一生懸命やりますね。人が育たなきゃやってる意味はないなと思いますし、多分利益は後からついてくるっていうのが思ってることかな。大体働けって言うと働いたるかみたいなことがですねなるので、持ってるそのポテンシャルのもう100ある中のですね50、60ぐらいしか出ないんですよ。出ないんじゃなくて出さないです。ところが自発能動で自分からやりたいって言うと勝手に70、80になるんですね。この 20% のその思い、このモチベーションがですね実は企業の利益を生んでると思いますけどね。人を育たないと会社潰れます。間違いなく潰れます。今この現状、どの段階にヒルトップはいるんでしょうか。そうですね、もともと私が入社した時は5人ぐらいの家族経営みたいな汚い工場でしたので、嫌で嫌で入った会社ですから、変えたい、とにかく変えたかったっていうことだけでずっと言ってます。下請けをやめ、それから超量産もやめ、そうしてですねいかに作るかっていうことをずっと突き止めてきましたけども、これも今いわゆるヒルトップシステムと言われるかなり完成されたシステム出来上がりましたから、この次のステージはいかに作るかではなく何を作るかっていうところのステージに今来てると思いますね。将来出てくるだろう商品開発だとか、そういうこともですね今行っているというところですね。でこれを多分続けていくとその要素技術はロボットにつながってきますので、10年後にはそういったロボットの開発企業になるんだろうというふうに思いますね。これからのその仕組みだとは思いますけども、いわゆるその零細企業たちとの連携になりますから、
それはもう本当に必要だと思います。一番ね、私が期待しているのはスピード感のある人たちと私は連携をしたいと思っています。で、間違いなく海外グローバルに来てますから、このスピード感は世界に出ればもう勝てます。ジェムテックでも海外企業と出会えるチャンスがあるんですけれども、海外事業をさらに拡大する上でどのように活用したいと思われていますか？スピード感のある会社がありませんので、アメリカには。それはやっぱり日本企業でないと難しいんだろうと思いますね。海外の情報は圧倒的に少ないですから、情報がそこから入ってくるとすごく嬉しいなと思いますし、だから海外のお客さんとのマッチングでいうと、そういうサイトは非常に嬉しいですね。日本の中小企業が海外で活躍することがですね、そういうその一つの柱になってくれると嬉しいなと思いますね。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。